今日も一日、ご苦労様でした。このチャンネルは、あなたを心地よい睡眠へと誘う朗読チャンネルです。心地よい眠りをお届けするために、ミステリーの世界に浸りながら、ゆっくりとお休みください。眠りの世界へと導くミステリー、オリジナルストーリーを7話、お届けします。少しゆっくりとお話を進めるように改善いたしました。皆様のお休みを手助けできるよう努めてまいります。当チャンネル、眠りの語り部では、あなたの夢のお供になる物語をご用意していますので、深い眠りへと旅立つ前に、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、おやすみなさい。閉じられた記憶。佐藤浩一はその日、静かな住宅街にある一軒の家へと足を運んだ。家の持ち主である老婦人からの依頼は、彼女の孫が消えた同じ日に盗まれた古い時計に関するものだった。警察はこの2つの事件を関連づけていなかったが、佐藤は何かつながりがあると感じていた。老婦人の家は、何十年もの間、彼女の家族が住んでいる場所であり、数々の家族の歴史が刻まれている。佐藤は、部屋の隅々を注意深く調べ、何か手がかりを見つけようとした。壁にかかっている家族の写真、書類が積み上がった机、そして何より、空の時計台が彼の注意を引いた。老婦人によると、その時計は彼女の夫が若い頃に手に入れ、家族にとって大切な遺産だったという。孫の失踪と同じ日に盗まれたことから、佐藤はこれらの事件が単なる偶然以上のものであることを直感した。彼はこの謎を解明するため、地元の人々に話を聞き始めることにした。佐藤浩一は地元の人々との会話から、この地域で最近増えている盗難事件についての情報を集め始めた。特に、価値があるとされる古い家具や装飾品が狙われるパターンが明らかになった。老婦人の家から盗まれた古い時計も、このパターンに当てはまるものであった。地元の古物商を訪ねた際、佐藤は偶然にも盗まれた時計に酷似した品物を発見する。詳しく調べたところ、その時計は数日前に若い男性によって持ち込まれたものだと判明。佐藤は店の防犯カメラの映像を確認する権限を得るために警察に連絡を取った。警察の協力を得て、映像を確認した佐藤は、時計を持ち込んだ男性が老婦人の失踪した孫であることを突き止めた。この発見により、彼は孫が単なる被害者ではなく、何らかの形で事件に関与している可能性があると考えるようになる。さらに調査を進める中で、佐藤はこの一連の盗難が、地元の若者たちが関与している組織的な犯罪であることを突き止める。孫がなぜこれらの犯行に関与することになったのか、その背後にある動機や理由を探るために、佐藤は孫の友人や知人への聞き込みを開始する。佐藤浩一は老婦人の孫の友人たちから聞き取りを行い、孫が最近不穏な行動をとっていたことを知る。彼は経済的な困難に直面しており、急に大金が必要になったようだ。これが彼が盗難に手を染めた理由の一つと見られた。一方で、佐藤は孫がある密会を重ねていたことも突き止める。彼は地元のある怪しい団体と関わりを持ち、その団体が盗難を指示している可能性があることが浮上する。その団体は表向きは普通の社交クラブであったが、実際には違法な活動を行っていた。佐藤はその社交クラブの会合に潜入し、その内部の構造とメンバーについての情報を収集する。会合の中で、彼は団体のリーダーが高価な盗品を売却している現場を目撃し、その証拠を確保する。彼はこの情報をもとに、警察に全面的な捜査の開始を依頼する。捜査が進むにつれて、佐藤と警察は団体の活動が地元だけでなく、他の地域にも及んでいることを突き止める。団体の犯罪ネットワークは意外なほど広範囲にわたっており、
多くの未解決事件につながっている可能性がある。この発見が佐藤にとっても警察にとっても大きな進展となり、事件解決に向けての大きな一歩となる。しかし、事件の真相に近づくほど、佐藤自身も危険な状況にさらされることになる。佐藤浩一は団体のネットワークを解明する過程で、彼らが利用している隠れ家の一つを特定する。この場所は郊外の古い倉庫で、盗品を一時保管するために使われていることが判明した。佐藤は警察と共に夜影に乗じてその倉庫に潜入する計画を立てる。潜入作戦当日、佐藤と警察は厳重な警備をかいくぐり、倉庫内に侵入する。中には予想以上に多くの盗品が保管されており、その中には失踪した老婦人の孫が関与した盗難事件の品々も含まれていた。これらの発見は、団体の犯罪の規模と組織的な計画を明らかにする。倉庫の奥で、佐藤は団体の幹部とおぼしき人物と遭遇し、彼との間で対峙が発生する。対峙の最中、幹部は事件の背後にあるさらなる陰謀についてほのめかすが、詳細を語る前に逃走を図る。佐藤は彼を追い、苦闘の末に彼を捕らえることに成功する。逮捕された幹部からの尋問を通じて、佐藤は団体がただ盗品を売買するだけでなく、政治的な影響力をも目論んでいたことを知る。また、老婦人の孫は団体に操られていたに過ぎず、彼がどのようにして団体に巻き込まれたのかの経緯が明らかにされる。明らかになった事実は、事件の解決に向けての重要な手がかりとなる。しかし、団体の全容はまだ完全には解明されておらず、佐藤はさらなる調査を続ける決意を新たにする。団体の幹部から得た情報をもとに、佐藤浩一と警察は団体の本拠地への大規模な襲撃を計画する。この団体が政治的な力を背景に様々な犯罪活動を展開していたことが判明し、その摘発は国内外に大きな影響を与えることになる。襲撃の日、佐藤は特殊部隊と共に団体の隠れ家に突入する。激しい抵抗に遭遇しながらも、彼らは団体のリーダーを含む幹部を次々と逮捕し、多くの証拠を確保する。この作戦で、団体の犯罪ネットワークは壊滅的な打撃を受ける。事件の解決後、佐藤は報道陣の前でこの事件について説明する。彼の冷静かつ的確な行動が国民から称賛を受け、彼の探偵事務所の名声は一躍高まる。しかし、佐藤自身はこの経験から、見えない場所で糸を引く大きな力について深く考えさせられる。一連の事件が解決して数週間後、佐藤は再び老婦人の家を訪れる。彼は無事に回収された時計を老婦人に返し、孫も保護されたことを伝える。孫が不本意ながらも犯罪に関与してしまった事情を聞いた老婦人は、涙を流しながら孫を許す。この一件で、佐藤は再びその地元の歩道を歩く。かつてはただの通り道として見過ごされていたこの歩道が、彼にとって多くの真実と対峙する場所となった。彼は自分の仕事に誇りを持ちつつも、これからも続く多くの謎に立ち向かう覚悟を固める。満月の夜の告白。930年、豪華客船、クイーン・メアリー号。夜空に輝く満月が船体を照らし出す。世界一周クルーズの旅路に着いた乗客たちは、華やかなパーティー会場で夜を楽しむ。その中に、若きジャーナリスト、中島絵里の姿があった。絵里は、船上で発生するスキャンダルや事件を追って記事にするために招待されたのだ。しかし、彼女が船に足を踏み入れたその夜、思いもよらない事件が起こる。真夜中、船内に悲鳴が響き渡る。駆けつけた乗客たちは、一室のドアノブに血まみれのナイフが突き刺さっているのを発見する。そして、その部屋の中央で、息絶えた男の体が横たわっていた。男の名は、
著名な実業家、高村秀樹。密室状態の部屋で、他殺の可能性は極めて高かった。船長は直ちに警察に連絡するが、到着までには数時間かかるという。この密室、どうやって殺害したのかしら。エリは、周囲の騒ぎに紛れて部屋に入り込み、遺体を観察する。ドアは内側から施錠されており、窓も厳重に閉ざされていた。密室殺人の様相を呈していた。まさか、超常現象なんてことはないわよね。冗談めかしにつぶやいたエリだったが、誰も笑わなかった。船内の緊張感は、ピークに達していた。船長は、エリにこう依頼する。中島さん、あなたはジャーナリストとして、事件の真相を暴いていただけますか？警察が来るまで、私たちにできることは限られています。エリは、一瞬ためらう。だが、ジャーナリストとしての使命感と、真相を解明したいという好奇心が勝つ。わかりました。私が調査します。エリは、決意を固め、部屋の隅々を調べ始める。遺体の状況、部屋に残された遺留品、そして乗客たちの証言。あらゆる手がかりを収集していく。しかし、密室殺人の謎は、簡単には解き明かされない。時間が経つにつれ、乗客たちの間に疑念と不信感が広がっていく。それぞれが、互いを疑い、真実を隠そうとする。果たして、エリは、この不可能と思われる密室殺人の謎を解き明かすことができるのか。満月が、静かに船を見守る中、エリの戦いが始まる。密室殺人の被害者、高村秀樹の実業家は、船内でも影響力のある人物だった。エリは、彼の部屋に残された遺留品を調べながら、事件の動機を探る。遺書は見つからず、金品も盗まれていない。となると、犯人の目的は金銭ではなく、高村への個人的な恨みだろうか。エリは、乗客たちの証言を改めて確認する。高村は、傲慢で冷酷な性格で知られていた。ビジネス上の取引相手や、彼の部下たちの中には、恨みを持つ者も少なくなかった。エリは、一人一人丁寧に話を聞き、彼らのアリバイを検証していく。しかし、誰もが完璧なアリバイを持っているわけではなかった。矛盾する証言、曖昧な時間軸、そして隠しきれない緊張感。エリは、乗客たちの言動から何かが隠されていることを察知する。誰もが何かを知っている。だが、誰も真実を語ろうとしない。エリは、船内の監視カメラの映像を確認することを提案する。しかし、船長はプライバシー保護を理由に拒否する。何かを隠しているのかしら。エリは、ますます疑念を深める。そんな中、新たな事件が発生する。高村の愛人だったという女性が、謎の死を遂げたのだ。死因は自殺とされているが、エリは他殺の可能性も疑う。二つの事件は何か関係があるのだろうか。エリは二つの事件の共通点を探っていく。そして、高村の過去に隠された秘密にたどり着く。高村には闇社会とのつながりがあったという噂があった。その噂が本当だとしたら、二つの事件の背後には恐ろしい陰謀が潜んでいる可能性がある。エリは真相を解き明かすため、さらなる調査を続ける。しかし、船内の人間たちは彼女を妨害しようとする。真実を隠そうとする者、利用しようとする者、そして消そうとする者。エリは様々な敵に立ち向かいながら、一歩ずつ真実へと近づいていく。果たして、エリは複雑に絡み合った陰謀を暴き、真犯人を突き止めることができるのか。満月が静かに船を見守る中、エリの戦いは激しさを増していく。高村の愛人の死は自殺と断定された。しかし、エリは納得がいかない。遺体の状況や現場に残された物証から他殺の可能性を強く疑う。
エリは中村の愛人と親しかったという乗客たちに話を聞く。すると、彼女には中村との間に金銭トラブルがあったことが判明する。中村は彼女に多額の借金をし、返済を迫っていたという。しかし、それだけではない。中村は彼女に暴力を振るっていたという証言もあった。エリは中村の死が彼女による復讐だったのではないかと考える。一方、中村の過去について調査を進めるエリは、驚くべき事実を突き止める。中村は、かつてある政治家と癒着し、不正な利益を得ていたというのだ。その政治家は、現在も権力の中枢にいる人物だった。中村の死は、単なる殺人事件ではなく、政治的な陰謀につながる可能性があった。エリは、恐怖を感じながらも、真相を解明しようと決意する。そんな中、エリは船内の図書館で、古い資料を発見する。その資料には、中村と政治家に関する驚くべき秘密が記されていた。二人は、あるスキャンダルに深く関わっており、その証拠となる書類も存在するという。エリは、その書類を探し始める。しかし、書類は船内のどこにも見つからない。エリは、誰かが書類を隠したのではないかと考える。そして、ついに、エリは真犯人にたどり着く。真犯人は、中村の部下の一人だった。彼は、中村から受けた虐待に復讐するため、そして中村が握っていた秘密を暴露するため、彼を殺害したのだ。真犯人の告白を聞き、エリは深い悲しみに包まれる。中村の死は、多くの人々の命を巻き込む悲劇を生み出していた。エリは、真実を暴いたことで、新たな戦いに挑むことを決意する。政治家による不正を告発し、真実を世の中に知らしめるために。満月が静かに船を見守る中、エリの新たな戦いが始まる。中村の部下による犯行が明らかになったものの、まだ謎が残っていた。それは密室殺人のトリックだ。エリは真犯人と共に密室殺人のトリックを解明しようと試みる。真犯人は中村の部屋に忍び込み、彼を殺害した後、密室を作り上げたという。しかし、ドアは内側から施錠されており、窓も厳重に閉ざされていた。一体、どのように密室を作り上げたのか。エリは、船内のセキュリティシステムを駆使して、真犯人の行動を分析する。船内には、監視カメラやセンサーなど、様々なセキュリティシステムが設置されていた。エリは、これらのシステムから得られたデータを解析し、真犯人の行動を再現していく。そして、ついに、エリは密室殺人のトリックを解き明かす。真犯人は、高度な技術を使って、ドアの施錠装置を遠隔操作し、窓も密閉できる装置を使用していたのだ。エリは、真犯人に証拠を突きつけ、自白させる。真犯人は、中村から受けた虐待に復讐するため、そして中村が握っていた秘密を暴露するため、彼を殺害したことを認めた。事件は解決したが、エリの心は晴れなかった。中村の死は、多くの人々の命を巻き込む悲劇を生み出していた。エリは、政治家による不正を告発し、真実を世の中に知らしめるために動くことを決意する。中村の密室殺人事件は、真犯人の自白により解決した。エリは、船内での調査で得た証拠をもとに、政治家の不正を告発する記事を執筆する。その記事は、新聞や雑誌に掲載され、大きな反響を呼ぶ。政治家は、世論の批判にさらされ、辞任を余儀なくされる。真実が明らかになり、エリは深い安堵を感じる。しかし、同時に、中村の死によって失われた命や、傷ついた人々を思うと、悲しみも感じる。エリは、船のデッキに出て、満月の光を眺める。満月は、静かに夜空を見下ろしていた。エリは、この旅で経験したことを思い起こす。真実を追い求め、困難に立ち向かい、
成長した自分自身を。エリは決意を新たにする。これからも真実を追い求め、不正と戦うジャーナリストとして生きていく。満月がエリの決意を水面に照らし出していた。日だまりの中の謎。岡本浩一は小さな町で古書店を経営している。この日も店の片隅で埃を払いながら、彼は新たに手に入れた一冊の古い日記を手に取る。日記はこの町出身のかつての著名な作家によるもので、何十年も前に亡くなった人物だ。浩一がページを送ると、突然、日記から古ぼけた手紙が落ち出た。手紙には、町の名家に隠された、失われた宝についての言及があり、その手がかりがこの日記の中に隠されていると書かれていた。興味をそそられた浩一は、この謎を解明するために、日記の記述を詳細に調べ始める。しかし、彼が調査を進めるにつれて、何者かが彼の動向を監視しているような不気味な感覚に襲われる。この宝の話が真実であれば、それを狙う者が他にもいるのかもしれない。街の静かな日常が、少しずつ謎と陰謀に包まれ始める。岡本浩一は、手紙に記された宝の手がかりが、季節が巡るには、に隠されているという手がかりを発見した。この庭は町の外れにある古い屋敷の庭で、現在は管理が行き届かず荒れ放題になっている。彼は早速この庭を訪れるが、そこで見知らぬ人物と遭遇する。彼女は何かを探している様子で、彼と同じく地面を注意深く見ていた。互いに警戒しながらも会話を交わす中で、岡本は彼女が地元の図書館で働く地下だと知る。彼女もまた、宝の伝説に興味を持ち、独自に調査を進めていた。地下は、図書館で偶然手に入れた古い地図がこの謎につながるかもしれないと述べ、浩一に協力を申し出る。二人はその後、屋敷の庭を共に探索する。古い樹木の配置や、石畳のパターンなど、何か手がかりが隠されていないか細かく調べ上げる。日が傾くにつれて、浩一と千川は庭の奥にひっそりと佇む小井戸を発見する。この井戸が手紙に記された、季節が巡る庭、というフレーズと関連があると考え、二人はさらに詳細な調査を計画する。その日の夜、岡本の古書店に戻りながら、二人はこの謎が町の歴史にどのように結びついているのか、そしてこの宝がなぜこれほどまでに隠されていたのかについて話し合う。まだ答えは出ていないが、共に謎解きを進めることで、互いの知識と経験を生かしていくことに期待を膨らませていた。浩一と千川は、屋敷の庭で見つけた小井戸の周辺をさらに調査し、地元の歴史に照らし合わせるため図書館の資料を再度調べる。調査中、彼らは創設者が書き残した未公開の手紙と古文書を発見する。これらの文書には、創設者が隠したとされる宝の正体が、複雑な暗号で記されていた。浩一はその暗号解読に挑む。彼の古書に関する専門知識と地下の地元に対する深い理解が、暗号解読の鍵となる。文書の中にはいくつかの死形式で書かれたヒントがあり、それを解釈することで次第に宝の正体が明らかになっていく。また、この文書には創設者がなぜ宝を隠したのか、その動機についても言及されており、それが現代にも影響を与える内容であった。二人の調査が深まるにつれて、
町の一部の人々の間に動揺が広がる。明らかになる過去の秘密が、一部の家族にとっては都合の悪い事実を含んでいたためだ。光一と千佳は、この宝の発見が町に何をもたらすのか、その影響を考えながら次の行動を計画する。宝の存在とその場所の手がかりが明らかになるにつれ、光一と千佳は謎の追跡者たちからの圧力を感じ始める。これらの人物は、宝をめぐる争いに積極的に介入しようとしている。さらに調査を進める中で、彼らが地元の有力者たちとつながりがあることが判明する。これらの有力者たちは、宝の発見が自分たちの権力や利益に影響を与えることを恐れている。光一と千佳は、追跡者たちによる妨害をかいくぐりながら、コイドに隠された最後の手がかりを解き明かす。この過程で、宝が単なる物理的なものではなく、町の歴史や文化に深く関わる重要なものであることがわかる。彼らは町の過去と現在をつなぐ重要な発見をするが、それが同時に新たな危険を引き寄せることになる。最終的に、光一と千佳はすべての手がかりをつなぎ合わせ、失われた宝の正体と場所を特定する。宝はコイドの底に隠されており、その発見は町の長い歴史の中で失われた文化的遺産を明らかにする。この発見により、町の古い秘密が解決され、長年にわたる謎が明らかになる。事件の解決後、光一と千佳は古書店の前で日だまりに座り、静かにこの一件を振り返る。二人は町の歴史に新たな1ページを加えたことに満足感を覚えるが、同時にこれからの町の変化に対する期待と不安を感じていた。しかし、彼らはこの経験が自分たちにとってどれほど価値のあるものであったかを確信し、今後の日々を前向きに歩み始める。遠い昔の約束。小林哲也は、都市のランドマークである超高層ビルの清掃員として働いている。彼は毎晩、この巨大なビルを一人で巡り、静けさの中で働くことに慣れていた。しかし、ある夜、彼は普段は閉鎖されているはずの最上階に明かりがついているのを見つける。好奇心が勝り、彼はその階へと足を踏み入れる。この最上階は、かつて哲也が高校時代に親しかった友人とよく遊びに来た場所だった。その友人は数年前に亡くなっており、哲也は彼との思い出に浸りながら部屋を探索する。そこで、彼は埃に覆われた古い日記を発見する。手に取ってページをめくると、突然、彼の目に飛び込んできたのは親友の筆跡で綴られた驚愕の内容だった。日記には、親友がこのビルのオーナーが過去に殺人を犯す現場を目撃したと記されていた。その秘密を胸に秘め、誰にも言えずに苦しんでいたこと、そしてその証拠をどこかに隠したという告白が書かれていた。哲也はこの衝撃的な事実に動揺しつつも、親友の意志を継いで真実を明らかにする決意を固める。彼の長い夜が、ここから新たな戦いの始まりを告げる。日記の衝撃的な告白を読んだ後、哲也は親友が残した手がかりをたどり始める。日記には、証拠がこのビルのどこかに隠されていること、特に、忘れられた部屋、と書かれた部分に注目していた。夜中のビル内を探索し、長年使われていない古いアーカイブルームを発見する。部屋に入ると、哲也は壁に隠された小さな金庫を見つける。
金庫を開けるため、彼は日記に書かれていたヒントと自身の記憶を頼りに暗号を解く。数時間の試行錯誤の末、金庫は開き、中から古いビデオテープが出てくる。このテープには、オーナーが犯行に及ぶ様子が記録されていた可能性がある。哲也はビデオテープを確認するために、ビルのセキュリティルームへと向かう。しかし、彼の行動はすでにビルのセキュリティスタッフに見つかっており、彼らは哲也の後を追い始める。ビルの暗がりを利用して哲也は彼らをかわしながら、証拠を確認しようとする。セキュリティルームにたどり着いた哲也は、必死の思いでビデオテープを再生機にセットする。部屋は薄暗く、唯一の音はビデオテープが回転する音だけだ。スクリーンに映し出されたのは、数年前の映像。ビルのオーナーと見知らぬ人物が、何かについて激しく議論している様子が映し出される。口論は次第に激化し、最終的にオーナーが相手を突き飛ばして階段から突き落とす瞬間がはっきりと映されていた。この映像は、哲也の親友が目撃した殺人事件そのものだった。彼の友人がなぜこの事件に深く関わり、そしてなぜその事実を隠していたのかが、少しずつ明らかになる。哲也はこの重要な証拠をどう扱うかを決めかねているところに、突然ドアが乱暴に叩かれる音が響く。セキュリティスタッフが彼の存在に気づき、彼らの足音が徐々に近づいてくる。哲也は急いでテープを取り出し、もう一つの出口へと向かう。彼はビル内の裏通路と秘密の出入り口を駆使して、追っ手を振り切る計画を立てる。このビルでの長年の勤務が、今、彼にとっての大きな利点となる。彼は照明がほとんどない裏通路を通り、ビルのメンテナンス用エアダクトを這いずりながら、追っ手からの目を逃れる。この緊迫した闘争の中で、哲也は親友が死の直前に何を感じ、何を恐れていたのかを思い返す。彼はその全てを明らかにし、親友の死に意味を持たせるために、ビデオテープを公にする決意を新たにする。しかし、彼がビルから脱出しようとしたその時、予期せぬ障害が彼を待ち受けていた。ビルのセキュリティチームが彼の逃走ルートを封鎖し始め、哲也はさらなる危険に直面することになる。哲也の逃走は予想外の難しさを帯び始める。ビルのセキュリティチームは彼の逃走ルートを巧みに封鎖し、彼をビル内に閉じ込めようとする。一時はエアダクトを使って彼らの目をかいくぐるが、最終的にはセキュリティの網を突破できず、屋上へと追い詰められてしまう。屋上からの景色は圧巻だが、哲也にとっては絶望的な状況である。彼はここからどう逃れるか、一瞬の判断が求められる。哲也は屋上の端に立ち、下を見ると数百メートルの高さがある。彼は覚悟を決め、隣のビルへと飛び移ることを決意する。この危険な行動が彼の唯一の逃走チャンスであった。一息に力を込めてジャンプし、幸いにも隣のビルの屋上に着地する。この行動により、わずかながらも時間を稼ぐことに成功する。哲也は隣のビルを急いで下り、地上へと出る。彼はビデオテープを携え、最も信頼できるメディア機関へ向かう。彼の心は決まっていた。親友の死の真実を世に出すことで、彼の魂を安らげると同時に、社会に警鐘を鳴らすのだ。途中、彼は追っ手に何度も見つかりかけるが、ビルの塵と夜の暗闇を利用して彼らをかわし続ける。彼の運動能力と冷静な判断が彼を支え、ついにメディア機関にたどり着く。
哲也はビデオテープを記者に手渡し、ビルのオーナーの不正と殺人の証拠を提供する。記者たちはこの衝撃的な事実に驚愕し、すぐさま報道の準備を始める。哲也は自分の行動がどれほどの影響を与えるかを理解しつつ、親友への最後の約束を果たしたことに安堵の息をつく。しかし、彼の戦いはまだ終わっていなかった。オーナーとその関係者からの反撃が、すぐにでも始まるだろうと彼は覚悟を決める。哲也が提供したビデオテープの内容が公になると、メディアは瞬く間にこの衝撃的なニュースを全国に報じる。ビルのオーナーの殺人事件とそれに伴う隠蔽工作が明るみに出たことで、公の場での非難が噴出し、警察はオーナーを逮捕する。この事件はビジネス界だけでなく、一般市民にも大きな影響を与え、哲也の勇気ある行動が多くの人々から称賛される。しかし、哲也自身は公の英雄として扱われることに心を痛めることもあった。彼はあくまで親友の死に意味を持たせたいという一心だったが、その過程で多くの危険と直面し、多大な精神的負担を背負っていた。彼の行動が引き起こした社会的な変化に圧倒されつつも、哲也は親友への約束を果たすことができたことに安堵する。事件解決後、哲也は清掃の仕事に戻るが、彼の日常は以前とは明らかに異なっていた。ビルの従業員や訪れる人々は彼を英雄と見るようになり、哲也自身も自分の行動が社会にポジティブな影響を与えることを理解する。彼はこの経験を生かし、今後はより多くの人々のために力を尽くすことを誓う。その次の日、哲也はかつて親友と共に過ごしたビルの屋上を訪れる。そこで彼は静かに親友との思い出を振り返り、彼の死が無駄ではなかったこと、そして彼の行動が多くの人々に希望を与えたことを感じ取る。哲也は深い満足感とともに、新たな未来に向けて一歩を踏み出すのだった。静かな海の秘密。東大森の石川啓太は、日々の業務中に偶然、灯台の基礎部分で隠されていた古い金属の遺物を見つける。その遺物は奇妙な形をしており、何世紀も前のもののように見えるが、啓太はその起源を知る術もない。興味をそそられた彼は、この発見を地元の歴史家に相談しようと決心する。啓太が遺物を灯台から持ち帰ると、その夜から町で不可解な出来事が起こり始める。町の犬が夜中に吠え続け、海からは不気味な音が聞こえてくるようになる。さらに、町の人々の間で体調不良が広がり始め、特に高齢者と子供たちがひどい症状を訴えるようになる。町の人々はこの異変を、異物の呪い、と噂し、恐れを持って接するようになる。啓太自身も、異物を手にした夜から奇妙な夢に悩まされ、不安を感じるようになる。彼は異物がもたらす不幸から町を救うため、その謎を解くことを決意する。これが、静かな海辺の町に隠された秘密を解き明かす一連の冒険の始まりとなる。ルツの発見後、石川啓太は町で起こる奇妙な現象に深く悩まされていた。町の人々の間で広がる体調不良は日に日に深刻化し、特に影響が見られるのは高齢者と子供たちだった。彼らは不眠、めまい、そして解説のつかない発疹に悩まされており、地元の医師も原因を突き止めることができない。啓太は地元の図書館で異物に関する情報を求めて調査を開始する。
図書館の古文書から、この地域に伝わる伝説が明らかになる。それによると、何世紀も前にこの地を訪れた探検家が、同じように奇妙な遺物を発見し、その後に町に災難が降りかかったという話が記されていた。これらの古文書を読み解くうちに、ケータは遺物が古代の儀式に使われていた可能性が高いことを突き止める。儀式は海の神を鎮めるために行われており、遺物を不適切に扱うと災いが起こるとされていた。ケータは遺物が町に持ち込まれたことが原因で、古い呪いが再び活動を始めたのではないかと考える。一方で、町の中には遺物の呪いを恐れ、ケータに遺物を海に返すよう圧力をかける者も現れ始める。彼らは遺物の存在が町に不幸をもたらしていると信じており、その処置を急ぐ声が高まる。ケータはこの圧力に抗しつつ、遺物の謎を解くための手がかりをさらに追求し続けるが、町の不安は日増しに大きくなっていく。町での異常事象が増える中、ケータは遺物の真相を解明するための奮闘を続ける。彼は町の図書館でさらに深く調査を進め、遺物に関連する古い海洋学の文献と民間伝承を掘り下げる。これらの文献から、遺物がかつて、海の守護者、と呼ばれる存在に捧げられた聖なるアイテムであることが明らかになる。ケータは遺物の力を正しく扱い、呪いを解く鍵がその儀式にあると推測する。彼は地元の博物館を訪れ、遺物と類似のアイテムが展示されていることを発見する。博物館の学芸員との協力のもと、古い記録と現代の科学を融合させた研究を進めることにする。研究の過程で、遺物が特定の星座の配置と海の潮流に関連していたことが判明し、その力が周期的に活動する可能性があることを突き止める。ケータはさらに、遺物の保管方法や儀式の正確な再現が必要であることを理解し、町の長老たちと話し合いを持つ。長老たちもまた、昔から伝わる伝説に精通しており、彼らは遺物の歴史と町におけるその役割を語る。彼らの話から、遺物を安全に管理し、その力をコントロールするための伝統的な方法が明らかになる。ケータは、遺物の力を封じるための儀式を再現する準備を始める。この過程で、彼は町の人々と協力を深め、共に呪いから町を救うための絆を築いていく。しかし、彼の努力が実を結ぶ前に、町の中でさらに奇妙な現象が発生し、彼の計画に対する圧力と挑戦は増大する。この困難な時期に、ケータは町の信頼を勝ち取り、すべての住民を安全に導くリーダーシップを発揮することが求められる。ケータは町の住人たちと協力して、遺物の呪いを解くための儀式の準備を進める。しかし、その過程で町にさらなる不穏な出来事が発生する。町の人々の間で体調不良が悪化し、不安と恐怖が高まる中、ケータは町の医師と連携して症状の原因を調査する。その調査が進むにつれて、不可解な症状が遺物の物理的な存在よりも、町の一部の住人による意図的な行動に関連していることが明らかになる。ケータは町の薬剤師である宮本が怪しい行動をとっていることに気づき、彼の動向を監視する。宮本の家をこっそりと調べた結果、彼が古い遺物に見せかけた偽物を作り、それに特定の化学物質を塗布していたことが判明する。宮本は、町の伝統や信仰を利用して自分の利益を増やそうと企んでおり、町人たちを操作していたのだ。ケータは宮本の計画を暴露するため、町の集会を開く。集会で、
彼は宮本の行動とその背後にある動機を明らかにし、町人たちに真実を伝える。はじめは信じがたい話に戸惑う住人たちも、啓太が提供する証拠と説明を聞き、次第に宮本に対する疑念を抱くようになる。宮本の策略が明らかになると、町人たちは彼を町から追放することを決定し、啓太の導きに感謝する。この経験を通じて、啓太は町の人々との絆を深め、町の平和と安定を取り戻すための新たな一歩を踏み出す。同時に、啓太自身も過去の事件を乗り越え、新たな人生を歩む覚悟を固める。異物の真実が明らかになり、宮本の策略が暴露された後、啓太は町の住人たちと共に真の和解と癒しの儀式を行う。彼らは灯台の下で海に向かって、伝統的な言葉を唱えながら、宮本によって作られた偽の遺物を海に返す。この行為は、町の住人たちにとって、過去の恐怖からの解放と、信頼と共同体の再構築の象徴となる。儀式の後、町の人々はそれぞれの日常に戻るが、啓太の存在は彼らにとって大きな意味を持ち続ける。彼はこれまでの経験から、孤立ではなく、共感と協力によって困難を乗り越えることの重要性を学んだ。啓太自身も内面的な平和を見つけ、過去の事故と和解する。灯台守としての彼の日々は変わらず続くが、彼の心は以前とは異なる。彼は自分の経験を通じて得た知識と知恵を他の人々と共有する機会を持つようになる。町の図書館で小さな展示を開催し、海の神話や歴史を通じて他の人々と交流を深める。これは彼と町の人々にとって新たな交流と成長の場となる。啓太は海を見つめながら、自然との調和と人間の精神性について深く考える。彼は自らの役割が単に灯台守にとどまらず、自分の知識と経験を通じて他者に光をもたらすことにあると確信する。この静かな海辺の町で、啓太は新たな人生の章、希望とともに歩み始める。空き家の謎。フリーランスのジャーナリスト、藤本直樹は、郊外の古い町に位置する一軒の空き家についての不可解な噂に興味を持っていた。その家は数十年前に突然、住んでいた家族が失踪し、以来誰も住むことなく放置されているという。地元の人々の間では、家には何かしらの呪いがあると囁かれており、夜になると奇妙な音が聞こえるという話もあった。興味を惹かれた直樹は、この家の謎を探るドキュメンタリーを制作することを決意。彼はカメラとノートを手に町へと向かった。町に着くや否や、直樹は地元のカフェで長年住む住民たちに話を聞き始める。多くの住民は家に近づくことを避けており、家にまつわる不気味な話には誰もが顔を曇らせた。直樹は、住民たちの証言をもとに、家の歴史を掘り下げていく。家が建てられた当初は、裕福な一家が幸せに暮らしていたが、ある事件を境に家族は一夜にして姿を消したという。地元の図書館で古い新聞記事を調べると、家族失踪の記事が見つかり、それが直樹の調査の新たな手がかりとなる。日が暮れるにつれて、直樹はついにその空き家を訪れる決心をする。家の外観は荒れ果て、庭は雑草が生い茂り、家全体からは不気味な雰囲気が漂っていた。直樹は深呼吸をしてから、ゆっくりと家の中に足を踏み入れる。
家の中は埃が積もり、時間が止まったような静寂が支配していたが、彼はカメラを回し続け、何か手がかりを見つけられるか探し始める。空き家の扉を押し開けた瞬間、藤本直樹は重い空気と古い木材の匂いに包まれた。家の内部は埃で覆われ、長い間人の手が入っていないことがすぐに分かった。彼は慎重に足を進めながら、各部屋を詳しく調査し始める。壁にかかった古い家族の写真や、書きかけの手紙が散乱する机を発見すると、彼の興味はさらに高まった。特に、寝室の押し入れから見つかった一冊の日記が直樹の注意を引いた。その日記は失踪した家族の父親が書いたもので、家族との日々の暮らし、そして不可解な出来事が記されていた。日記によると、家族は何者かによって家の中で奇妙な現象に悩まされており、その原因がこの家に隠された何かにあると記されていた。直樹は日記の手がかりをもとに家の地下室へと向かう。そこは家の他の部分よりもさらに不気味で、冷たい空気が立ち込めていた。地下室の隅には大きな古いトランクがあり、その中からはさらに多くの手紙や記事、写真が見つかった。これらの中には、家族がどのような脅威に怯えていたのか、そして彼らがなぜ突然姿を消したのかの手がかりが隠されているかもしれない。しかし、地下室を調査している最中、直樹は家の外から奇妙な音を聞く。彼は急いで音のする方へと戻るが、そこには誰もいない。ただ、彼が入った時には閉まっていたはずの窓が開いており、何者かがこの家を訪れた形跡があった。直樹はこの家に隠された秘密を解明するため、さらに詳細な調査を行う必要があると感じ、夜が更ける前に一度家を後にする決意を固める。藤本直樹が一度家を後にした後、彼の心には不安が残った。彼はその夜、町の図書館でさらに調査を続け、空き家とその家族に関連する古い新聞記事や記録を掘り下げた。特に目を引いたのは、家族が失踪する数週間前に地元の新聞に掲載された記事で、その中で、地域で発生している奇妙な現象と、家族が体験している不可解な出来事がつながっていることが示唆されていた。記事によると、町では過去にも同様の失踪事件が報告されており、その都度、目撃者からは、異常な行動をする人々や、不自然な光が見られたとの証言があった。直樹はこれらの情報をもとに、町の歴史に詳しい老学者を訪ね、さらに詳しい話を聞く。老学者は、町が古くから伝わる伝説に基づき、呪われた土地として知られていることを説明し、過去の文献を提供してくれた。翌日、直樹は再び空き家を訪れ、前回の訪問で見逃したかもしれない手がかりを探すため地下室をさらに詳しく調べた。そこで彼は隠された壁の裏側に小さな隠し部屋を発見する。部屋の中は奇妙な人形や古い科学的な装置が置かれており、その一部はまだ動作しているかのように見えた。これらが何のために使われていたのかは明らかではなかったが、直樹はこれらが家族の失踪に関連していると直感した。さらに部屋の中で一冊の研究ノートを見つける。そのノートには家族の父親が言っていたとみられる禁断の研究と実験の詳細が記されていた。内容には、超自然現象を引き起こすための儀式や、古代の文献から得た知識が使われていることが記載されており、
直樹はこの研究が街に起こっている奇妙な現象の原因の一端を担っている可能性を疑う。直樹はこれらの発見をもって再び老学者を訪ね、見つけたものとノートの内容について相談する。老学者はこれらの情報をもとに、町の過去の謎と家族の失踪がつながっているとの結論を下し、直樹にさらなる調査を進めるよう助言する。直樹はこの深まる謎を解明するため、さらなる手がかりを追い続ける決意を新たにする。藤本直樹は老学者からの助言を受けて、さらに研究を深めることに決めた。彼は町の古文書館で、その地域特有の超自然現象に関する文献を調査し始める。文献によると、町は古くから霊的な門としての役割を果たしており、特定の天体配置時には、この世とあの世の境界が薄れると記されていた。直樹はこの情報を手がかりに、空き家の地下室で見つかった装置と人形が、そのような儀式で使用されていた可能性があると考えた。直樹は、失踪した家族が何らかの儀式に巻き込まれ、それが原因で彼らがこの世から消えた可能性を追求するため、町の歴史に詳しい他の住民たちに話を聞きに行く。彼の調査はやがて、家族の父親が町の隠された秘密結社の一員だったことを明らかにする。この結社は、超自然的な力を解放し、個人的な目的のために利用しようとしていた。直樹はこの危険な真実を広めるため、地元の新聞記者と連絡を取り、彼らに研究結果と証拠を提供する。記者たちは興味を持ち、一連の記事を通じてこの問題を公にする。記事が公開されると、町に衝撃が走り、多くの住民がこれまでの奇妙な現象の説明を求めて声を上げ始める。一方で、秘密結社のメンバーたちは自分たちの活動が暴露されたことに激しく反応し、直樹を脅迫する。しかし、直樹は恐怖に屈せず、さらに深く秘密を掘り下げる決意を固める。彼は結社が計画していた次の儀式の日時と場所を突き止め、それを阻止するための計画を立てる。彼の勇気ある行動によって、多くの町民が彼を支持し、最終的には結社の計画を破壊する。この事件を通じて、直樹は町の住民から深い尊敬と感謝を受け、町は再び平和を取り戻す。藤本直樹が秘密結社の儀式を妨害し、町に平和が戻った後、彼はその経験をもとに町の人々と共に未来を模索する決意を固める。儀式の場で得た情報と証拠は、町の図書館と博物館で公開され、町の暗い歴史の一部として語り継がれることになる。直樹は、事件の解決に大きな役割を果たしたことで町からの信頼を得る。彼は町の図書館で定期的に講演を行い、歴史の教訓と未来への継承として、超自然現象や古い信仰についての知識を共有する。これらの活動を通じて、彼は町の文化的な価値を高め、若い世代に教育の重要性を伝える。さらに、直樹はこの経験をもとに新しいドキュメンタリーシリーズを制作することを計画する。シリーズでは、他の町で起こった類似の超自然現象とその背後にある歴史的、文化的背景を探求し、視聴者に警鐘を鳴らす。このプロジェクトは多くの関心を集め、全国的に知られるようになる。直樹は、かつての空き家を再興する。家はもはや恐れる場所ではなく、町の苦い記憶を保持しながらも、教訓を与える場所となっている。直樹は家の前で立ち止まり、過去の事件が彼に与えた教訓と成長を振り返る。彼はこれらの経験を糧に、
未来に向かって新たな一歩を踏み出す決意を新たにする。この物語性と教訓は、彼の次なる冒険への布石となる。旧友からの手紙。森山良太は、一流企業で IT エンジニアとして働く日々の中で、ルーチンワークと新たなプロジェクトのバランスを取りながら生活していた。彼の専門はセキュリティシステムの開発で、その技術は業界内でも高く評価されている。ある日、彼のもとに大学時代から連絡が途絶えていた旧友から手紙が届く。手紙には、淡々とした筆致で、あの事件について話がある、と記されており、具体的な日時と場所が指定されていた。この事件とは何か具体的な記憶はなかったが、良太は何か重要なことを忘れているような気がしてならなかった。手紙を手にした彼は、技術者としての好奇心と、昔の友人への救助から指定された場所へ向かうことを決める。その場所は、彼らが学生時代によく訪れた海辺の町にある古びたカフェだった。週末、良太は仕事を早めに切り上げて、その町へと車を走らせる。町に着くと、彼は変わらぬ風景とともに、学生時代の懐かしい記憶が蘇ってくる。カフェに到着した彼は、待ち合わせ時間より少し早く現れたため、窓辺の席に腰を下ろし、周囲を静かに眺めながら友人の到着を待った。空気は潮の香りが混じり、時折、遠くの波の音が聞こえてくる。彼の心は、久しぶりの再会と、これから明かされるであろう事件の内容に、期待と不安で揺れていた。カフェにて、森山良太は約束の時間通りに現れた旧友、田中優也と再会する。二人は大学時代には切っても切れない友情で結ばれていたが、卒業後はお互いのキャリアに忙殺され、徐々に連絡が途絶えていた。優也の姿は、良太の記憶に残る活発だった頃とは異なり、やつれており、目には深い憂いが宿っている。席に着いた優也は、早速、彼を呼び出した理由について切り出す。彼は、あの事件、と言葉を濁しながら、10年前の夏、共通の友人であった三浦が、謎の失踪を遂げたことを思い出させる。この事件は当時、彼らの友人グループに大きな衝撃を与え、警察の捜査にもかかわらず、三浦の行方は今でもわからないままだった。優也は、最近になってその失踪事件に関連する新たな情報が自分の手元に届いたと説明する。彼は自宅に匿名で送られてきた一通の手紙を取り出し、それを良太に見せる。手紙には、三浦が最後に目撃された場所の近くで、ある秘密の会合が行われていたこと、そしてその会合が彼の失踪に関連している可能性があると記されていた。優也は、この手紙が示す場所で何が行われていたのか、そしてそれが三浦の失踪にどのように関連しているのかを突き止めたいと語る。彼は事件の真相を明らかにし、三浦がもしもまだ生きているならば、彼を救い出したいと切実に訴える。良太は優也の話に驚きつつも、友人として、そして一技術者として謎を解明するための協力を申し出る。二人は早速、手紙に記された場所へ向かう準備を始め、失踪事件の新たな調査を開始することに決める。この決断が、彼らを未知の危険へと導くことになるとは、
その時の亮太にはまだ知る由もなかった。森山亮太と田中優也は、手紙に記された場所を訪れるために、その週末に町を出発した。目的地は、彼らの大学があった町から数時間離れた、人里離れた森の中にある古い建物だった。この建物は以前、秘密の集会やリトリートが行われる場所として使われていたとされるが、長い間放置され、今はほとんど忘れ去られた存在だった。到着してすぐ、亮太は建物の周囲を慎重に調査し始める。彼の IT とセキュリティのバックグラウンドを生かして、彼は周囲に設置された可能性のある監視機器やセンサーを確認し、優也は建物内部の探索を始める。内部は荒れ果てており、かつてここで何かが行われていた痕跡がまだ残っていた。彼らは壁にかけられた古びた写真や、散乱する書類を見つけ、それらを手がかりに情報を集める。探索中、亮太は床板の下に隠された小さな金庫を発見する。金庫の中からは、数枚の書類と古いフィルムが見つかる。これらの書類には、かつてこの建物で行われていた会合の参加者リストや、何らかの計画の詳細が記されていた。フィルムには、会合の様子が映っており、三浦もその中の一人として映っていることから、彼がこの場所に関わっていたことが明らかになる。書類とフィルムの発見により、亮太と優也は三浦が関与していた事件が、単なる失踪ではなく、より深い陰謀の可能性があることを疑い始める。彼らはさらなる情報を求め、この建物が所有している企業や個人の背景を調べることに決める。調査を進めるうちに、彼らはこの事件がただの失踪事件ではなく、政治的な影響も含む大きな陰謀につながっていることを知ることになる。森山亮太と田中優也は、古い建物で見つけたフィルムと書類から、三浦が関わっていた陰謀が政治的背景を持つ可能性があることを突き止める。彼らはこれらの証拠をもとに、さらに調査を深めるため、関連する政治家や組織についての情報を集め始める。その過程で、彼らはこの陰謀が地元政治のみならず、国際的な影響を及ぼす可能性があることを知る。亮太は自身の IT スキルを活かして、インターネット上に散見される謎の文書や、関連する政治家の通信記録を探索する。彼の技術的な洞察力により、彼らは重要な情報が保存されているサーバーにアクセスし、機密情報を含むメール交換を発見する。これらのメールから、三浦が何者かに脅迫され、特定の政治的動きに関与させられていたことが判明する。一方、優也は地元の記者や政治アナリストと連絡を取り、彼らから得た情報をもとに、失踪事件の背景にある政治的取引や利害関係を解明する。彼は、三浦が消えた背後には、ある法案の通過をめぐる裏取引があり、そのために彼が利用された可能性が高いことを突き止める。この段階で、亮太と優也は事件の真相に近づいていたが、その過程で彼ら自身の安全も脅かされ始める。謎の車が彼らの行動を尾行し、優也の自宅には警告とも取れる匿名の脅迫状が届く。しかし、これらの脅威に黙せず、二人は三浦の名誉を回復し、事件の全貌を明らかにするために、最後の証拠を求めて行動を続ける。森山亮太と田中優也の果敢な行動により、三浦の失踪事件の真実が明らかになった。彼らが発見した証拠は決定的で、
それにより事件に関与していた政治家やビジネスマンが法的に追及されることになる。事件の核心に迫る報道が世間に広まり、社会的な大きな反響を呼ぶ。事件が解決に向かう中で、三浦の行方についても新たな情報が明らかになる。彼はある隠れ家で生きていることが判明し、亮太と優也は彼を救出する。三浦は長い間、恐怖と隠れる生活を強いられていたが、二人の努力により安全な場所へと移される。彼の家族との感動的な再会もあり、長い間の苦悩に幕を下ろす。この事件を通じて、亮太は自身の能力と正義感を再確認する。彼はこれまでの IT エンジニアとしてのキャリアを生かし、今後はデータ保護とセキュリティの分野で社会的な貢献を目指すことを決意する。優也もまた、この経験から多くを学び、ジャーナリズムの道を積極的に追求することを決める。二人はかつての事件が起こったカフェで、これからの人生について語り合う。彼らの会話は未来への希望と決意に満ちており、過去の影を乗り越え、新たな人生を歩む準備ができている。事件は彼らにとって深い教訓となり、それが新たな道を切り開く力となる。静かな海を背景に、二人の未来への一歩が始まる。